おはようございます。メグリカミ太一です。今日はローストポーク、ローストビーフなどを作るときに必要なテクニック、フィッセルの仕方を紹介します。今回ですけども、フィッセルした時としてない時のローストの違いも紹介しますので、最後まで楽しみに見ていてください。それでは始めていきましょう。今回ですけども、同じ部位の肉を用意しました。豚の肩ロースの部分になります。首からあと背中ですね、肩甲骨の裏ら辺にある部位を使っています。2つともほぼ同じ場所を用意しています。重さもだいたい同じですね。5g ぐらいしか変わりません。この肉をこれから片一方はフィッセルをして片一方はそのままローストしていきます。それではまずフィッセルの仕方を紹介していきます。肉の形を整えて、どちらかといえば太い方からフィッセルをかけていきます。この時タコ糸をピンと張って裏の部分がまっすぐになっているようにしてからこの2回回して二重結びにします。こうすると結んだ時に、糸が緩みにくいです。結び終わったら糸の端を左手で持ち右手で輪っかを作ります。この時1回2回輪っかを作って肉に通します。通した時肉の下にある糸がまっすぐなるように先ほどと同じように左右に動かして糸を通します。その後右手で左右に糸を引っ張れば勝手に締まっていきます。この作業を繰り返していきます。ここで同じように左手で端を持って右手で輪っかを作って二重に回して同じように肉に通して端をまた左右に引っ張って輪っかを締めてフィッセルをかけていきます。このフィッセルの仕方ですけども、基本的にはキュイジニエのフィッセルの仕方になります。肉やブッシェリーだと1個ずつ輪っかで縛っていきます。そうすると後で量り売りするときに糸と糸の間で切って量り売りができるので、このやり方では肉屋では売っていません。このような感じに2センチぐらいの間隔でフィッセルをかけていきます。このフィッセル、タコ糸で肉を縛る利点ですけども、まず1つ目は形を整えられるということになります。見た目がきれいになり、きれいな筒状になります。2つ目は火の通りが均一になります。形が均一になるということは、肉の火の入りにムラがなく均一に仕上がるということです。3つ目は肉の縮みが少なくなるということで、ジューシーで非常に柔らかく仕上がります。4つ目の利点は詰め物をした時に糸で縛ることによって具材を中から出ないように固定することができます。全体にフィッセルがかかったので、この後は裏の部分を仕上げていきます。このように1本ずつ糸を通してきれいに固定していきます。このように1本ずつきっちりと通していきます。最後まで通ったので表に返して最後仕上げていきます。最後の部分ちょっと肉が余っていますので、この部分あと1周輪っかを作って肉をきっちりと縛っていきたいと思います。このように余っている部分を裏をきっちり通して最後縛っていきます。最後縛るときはいつも二重結びにしてきっちりと縛ります。これで豚肩ロースのフィッセルは完成しました。このように見てもらったら分かりますけども、同じ重さの肉でこんだけ仕上がりが違ってきます。フィッセルすることによって筋肉がきっちりと締まって均一な形になっています。こうすることによって焼いた時に筋肉の縮みが少なくなるので、より柔らかく仕上がります。それではこれからフィッセルしている方の肉としていない方の肉、ローストして仕上がりを比べていきたいと思います。まずローストする前に汗染めですね。塩コショウで全面きっちりと汗染めしていきます。それではフライパンを温めて、そこにオリーブオイルを入れて表面を焼き固めていきます。今回同じフライパンの中で2つの肉を焼いていきます。
基本的に同じ時間帯だけ同じような感じでローストしていきます。片方の面が焼けたので裏返します。裏の面が焼けたので次は横の面を焼いていきます。このような感じでフィッセルかけてない方の肉ですけども、結構、安定感が悪くて結構焼きにくいです。最後の面の側面を焼いていきます。きっちり全面焼けたら元に戻して180度のオーブンでローストしていきます。10分経ったのでオーブンから出します。この時ですね、オーブンから出した時ですけども、出したらひっくり返してフライパンの中に残っている油とうまみを肉の上からかけてやります。この作業アロゼと言います。このように油を作ってアロゼしていきます。このように油と底の方に見える茶色いのうまみですね、肉汁のうまみを上からかけてうまみをコーティングしていきます。ここでニンニクを入れてローストしていきます。あまり最初から入れてしまうと焦げてしまいますので途中から入れています。ここでもう一度オーブンに入れます。また10分経ったのでオーブンから出します。今回ここで温度を測っていきます。金串を刺して10秒ほど待ってから下唇のところにつけて温度を測ります。もちろんこの時温度計があれば温度計で測ってください。今回豚肩ロースなのでだいたい55度以上60度弱ぐらいに仕上げます。いい感じに温度が上がっていたのでここでバットに上げてアルミホイルに包んで保温します。この作業をロポゼと言います。オーブンに入っていた時間分だけ、今回は20分ですね。20分この状態でゆっくりとロポゼさせます。それでは20分経ったのでタコ糸を外して切っていきます。今回20分しかオーブンに入っていませんでしたけども、全面焼く時に結構時間がかかってますのでキュイソンの時間は20分で済みました。ただ肉の部位、あと常温に戻しているかどうかによっても時間が変わりますので、休ます前ですね、ローストが終わった時には必ず中心温度を確かめてください。タコ糸を外したので切っていきます。まず最初にフィッセルしている方の肉から切っていきます。見た目も綺麗に筒状になっていて綺麗に仕上がっています。キュイソーの方も完璧に仕上がっていますね。綺麗なロゼでジューシーに仕上がっています。次はフィッセルしてない方の肉を切っていきます。断面ですけども先ほどと違った感じで綺麗な筒状ではありません。あと切った感じですけども多少先ほどより硬いですね。あと肉の吸湿音も多少ムラがあります。向かって右端の方ですけども若干火が入りすぎているような感じになります。それでは食べ比べていきたいと思います。それでは温かいお皿に盛り付けて上から軽くフルドゥセルと黒胡椒、粗めの黒胡椒をひいて実食していきます。向かって右側がフィッセルしたもの、左側がフィッセルしていないものです。まずフィッセルしている方から食べていきます。切った感じ柔らかいですね。もちろん両方とも吸湿音が完璧なので両方とも美味しいのは美味しいです。ただどちらかというと左側の方が若干硬くて右側の方がよりジューシーといった感じになります。今回食べ比べた感じ、やはりフィッセルしている方がより美味しく感じました。もちろんフィッセルできない骨付きの肉などもありますけども、このような豚肩ロースの塊などはフィッセルした方がより美味しく仕上がると思います。今回食べ比べた結果ですけども、フィッセルしている方がより美味しかったです。なので次回家で肉の塊をロティするときは
必ずフィッセルをしてロティしてください。非常に美味しく仕上がります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティ。